にちは、メイです。1000年に一度の水星の年なので、浮島にジラーチの家を作ります。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。今回作る場所はここ、どんより海辺へのゲートがあるところですね。この何もない場所にジラーチの島を作ります。マップで見ると大体この辺りですね。島の端に立って適当なブロックを置きながら31マス進んでいきます。こんな感じでまっすぐ進んできました。31個進んだ先に 30×30 の土台を作ります。台は小を兼ねるということで大きめに作りましたが、正直大きすぎましたね。繋いでた棒も消しておきます。天空の芝生のペラペラができました。先に家を建てていきます。ちょうど半分15マスのところから奥へ6マス。そこから階段を2マスで2段。白い岩を横8マス。奥行きは3マスです。玄関部分ができました。土台を作っていきます。左へ4マス。奥へ10マス仮置き。玄関右は奥へ3マス。右へ4マス。奥へ7マス。右から左へ突き当たるまで。はみ出した分は消します。土台の高さは2です。こんな感じの土台になりました。ペンキの塗り壁を内側に敷き詰めます。アンティークな壁を右の出っ張り以外に1マスずつ置きます。階段正面ドア部分は消します。ペンキの塗り壁青をベースの色にします。ジラーチの色に合いますからね。アンティークの土台を乗せていきます。右の出っ張りは漆喰の壁。高さは3です。後ろの壁はインテリアに合わせ穴開け予定です。次は窓とドアをつけます。建具は壁と色を合わせていきます。ガラスドアとフレームガラス。ガラス窓はフレームのみ白です。右の出っ張りは温室みたいな感じですね。家の正面を作ります。斜め屋根レンガを前へはみ出すようにつけます。左側は1段のみ。アンティークな壁を6個。あとは青い壁のところのみ同じ高さで間を埋めておきます。こんな感じになりました。ちなみにこのお家はジラーチとマサトが一緒に住めたらいいなと思って作っています。正面1マスずらして高さ3で積みます。右側縦1列追加。そこから右へ幅6マス。窓の穴開けをしたら少しブロックの追加。1階三角部分と作りは一緒ですね。この家は天体観測もできる家になる予定です。屋根を取り付けていきます。高さは4。もうすぐで夏休みですが、その期間になると幼き頃からの習慣でポケモンの映画が見たくなります。ジラーチの映画は何度見ても涙腺がおかしくなりますね。1階屋根を2階の壁までくっつけます。屋根がくっつくように調整します。平らな屋根レンガを一部開けた状態でくっつけます。屋根と壁がくっついていないところにブロックを追加していきます。側面を閉じます。温室はペンキの塗り壁で閉じます。ここのバルコニー部分で天体観測ができるようにします。最近のお気に入りの組み合わせです。高さ2マスのドアの周りをフレームガラスで囲む組み合わせです。建物の外側だけできました。ジラーチは黄色がメインの色なので、家を青ベースにすることでジラーチやジラーチ家具を目立たせる作戦です。飾り付けをする前に修正をします。階段を取って穴開け、内側に電気類を仕込みます。家の角に1つずつ置きます。土台を1マス手前に増やします。階段周りにも白い岩を置きます。玄関前が3マスの奥行きになりました。温室の前に3場所の板を玄関と揃えるように置きます。
木の囲いを玄関にも伸ばしていきます。正面側だけもう4つ追加。桟橋を使って玄関前に屋根を作ります。メタルの柵を手前に。屋根の支えは桟橋などと色を合わせ白です。星の飾りは灰色で色を変えています。星の飾りはあえてのチラ見せです。こちらも花を植えていきます。2階の窓は少し変えて木の囲いで囲った後に木のクロスドアを窓の両側へ。手前側ギリギリから開きます。窓の外扉ですが勝手に向きが変わってたりします。メタルの柵でバルコニーを囲います。屋根を追加し、下に木の囲い。煙突を作ります。おしゃれレンガと石の柱。裏にパン窯。あまり見えないので煙優先です。煙だけのアイテムが欲しくなります。これで家の外壁はすべて完成。撮影忘れですが、木の囲いを階段の横に置いています。明かりを多めにしていきます。ジラージランプは土台に合わせて一体感を。正面から見えないところに星の飾りを。バルコニーは真家具中心に色合わせします。ジラージの家具の色が派手寄りなので、周りの家具は色少なめにしていきます。ここで天体観測をできるようにします。いつものように鶴を垂らし、これで家の外側の完成。今思えばマサトは子供なので、ジラーチと住むには親の許可がいりますね。マサトがジラーチのために作る定にします。家の左側に植林していきます。天体観測といえば針葉樹ですね。家の奥側に山を作って、そこに木を生やしまくります。形としては崖に向かってなだらかになるように、なので結構適当に置いています。後ろ側は見えないので崖肌丸出しになります。木は20本ぐらい使っています。なだらかになりました。縁を丸くしていきます。家の裏も少し削っておきます。右のテラスの下を池にします。落下の恐れありなのでレンジ浮遊状態で白い岩に変えておきます。池の底は砂利にします。池に沿って丸くします。こんな感じになったので、次は下に地面を垂らしていきます。真っ白な土、浮島の砂岩、謎の石の順で下へ重ねていきます。上に立っている建物をそのままひっくり返したら、と思いながら作業を進めています。上が左重心なので、下は右側に多めに垂らして、遠目で見た時にバランスが取れるようにします。下に行くほど細くなるようにします。逆向きの山って感じですね。岩の部分につらら岩と謎の石につららをつけて下取り感アップさせています。これで下の部分の完成。庭の飾り付けをしていきます。池に水を入れて花を周りに植えていきます。花は水色と白で建物の色に合わせます。崖側は背を低くして内側は背が高くなるようにします。全体的に見たときに端が細くなるように。建物にくっつけるようにエイムを終了させます。空を眺めてぼーっとするスペースならならしたいですね。次は正面と左を作ります。石の柱と石の床を交互に埋めていきます。左側は右と雰囲気を変えて低木と濃い花、ライトをたくさん置いて主張を激しくします。光れば光るほどいいですからね。花の内側に大きな石を置いていきます。家の角に植林します。思っていたより草になりすぎたので撤去。
花に合わせて土台を削ります。これで浮島の完成。上から見たら集合体ですね。この角度がお気に入り。通るの危険って感じですね。丸くなりました。次は内装を仕上げていきます。アンティークな壁の線に合わせて2階を作ります。玄関の天井はまっすぐにしておきます。バルコニーへ出るのに1マス下がっているので、バルコニー側だけ2マス下げて作ります。階段のところは開けておきます。境目が気になるので出っ張らせます。2階の天井もまっすぐにしておきます。屋根裏に上がって電気類の仕込み。これで大まかな整備ができました。1階は玄関、キッチンダイニング、温室です。2階はジラーチの一人部屋。早速ジラーチの個人部屋から作っていきます。まずは窓の穴開けから。フレームガラスは水色です。天井を星空の壁へ。明るさを出すために鶴のランプ。閉じてワイヤーを垂らし星のランプ。家具は基本的に水色で染めています。ジラーチ家具を中心にジラーチの好きなもので固めます。足といえばピッピですね。これはマサトとの思い出。全体的に子供部屋のような可愛い雰囲気にします。キラキラなジラーチのお部屋の完成。明るい場所が好きなので明かりを詰め込んでいます。部屋にするためにフレームガラスとガラス戸で仕切ります。ここが家判定ですね。2階の完成。キラキラハウスですね。1階を作っていきます。まずは玄関の明かりを灯します。部屋を仕切っていきます。内側で色が変わっている場所やラインを揃えたら綺麗になりそうな場所に壁を作ります。温室はアトリエにします。階段下は埋め込みのクローゼット。空がたくさん描けそうなシンプルなアトリエになりました。玄関はシンプルにしていきます。正面の壁はキラキラさせていきます。ジラーチの家だなーってすぐわかりますね。次はキッチンダイニング。L 字のキッチンにします。同じ建物内だけど住処にはならないので、この辺りは結構適当です。次は階段前ダイニング。暗いので窓を作ります。キッチンダイニングの完成。ダイニングに明るさを出してもいいかもしれませんね。最後にルームツアーをします。1階はかなりシンプルに仕上げています。もっと物を置いてもいいのですが、1000年に一度の目覚めに合わせるなら、物は少ない方がいいですからね。その前に家が朽ちそうではあります。天体観測のできるバルコニー。望遠鏡は雨の日でもしまいません。ここはジラーチの一人部屋。子供部屋っぽい仕上がりにしました。かなりキラキラです。アトリエ横から外へ出ることもできます。私の最大のお気に入りスポット。ただただ空を眺める場所ですね。ということで、空に浮かぶジェラーチの家はいかがだったでしょうか。
ジラーチ可愛いなぁと思っている方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。